トム200のカーナビなんだけど、俺らつけなかったじゃん。でオーディオレスなのだから、ここ穴が開いちゃっててさ、でそれ今の運用は iPad でカーナビして、でカーナビ iPad の音が運転してたら小さいから、この BOSE のサウンドミニリンクっていう持ち運べる Bluetooth スピーカーを使ってるんだけどさ、毎回こうなんか接続したり充電したりが邪魔くさくて、もうカーナビ買おうかなと思ったんだけどさ、でもカーナビ高いじゃん。高いね。であんま使わないじゃん。で困ってたらさ、アップガレージに行ったの。車パーツの中古屋さんか、に行ったらなんとね、このトヨタ純正のさ、これ見て。CD ステレオ中古なんだけどもほぼ新品みたいな綺麗さで、でこれ 4,5 年前のモデルだと思うんだけど、これがさいくらと思う？2万円くらい？ぐらいするじゃん普通、イメージ2,000円。えすごいでしょ。2,000円だよ。安いな。そう2,000円で買えちゃったわけこれが。それ使えるの？ジャンク品みたいなやつ？いやいやもうだってほぼ新品だもんこれで。これを買ってきたからこれをもうこの穴開いてるところに取り付けてやろうと思って、そしたらこの穴もちゃんとなるし、このわざわざ坊主につながなくてよくて、この横からスピーカー出せるんだ。そうそう。でオーディオレスでもスピーカーはハイエースももっとついてるから、2箇所はね、だから出るはずなの。これをちょっとつけていこうと思って、多分簡単だろこんなパネルボコボコ外していくだけだから。できんの？そんなの。このパネル外すだけだと思うんだ。まあやってみるよ。この中のこのブラケットを使うんだけど、これちょっと iPad どけて、このブラケットをね使って取り付けていくんだけどね、で多分ねネジ止めはされてないんだこれ。もう爪で止まってるだけだから、こうやって隙間に入れて外すようなのを売ってるんだけど、これなんだろうね、もう昔買ったやつだからわかんない、もう忘れたけど。こんななんかプラスチックみたいな。そうそうでいいの、傷つくからさ。でまずこれを外すんだ、こいつを。でこんなんもう多分力で外すんだ。壊さないでね。ほらでそしたら今度これをバカって外していく、こいつをもう力で。もう外れた。もうほんとこんなんなんだよね。でここがねで気をつけないと、こうバキってやったらここ割れるから、結構怖い。ここはこういうの入れて、簡単に外れていくからね。こうほらね、こう入れて、もうこれで外れた。ほら、本当だ。軽いもんでしょ、ちょろいもんでしょ。すごいね、簡単な。これ何？これエアコンでしょ。エアコンのダクト。そうそうそう。なんか変なの。そういう感じか。でこれパコッともうなんかパッキンみたいなんでポコッとはまってるだけ。なんか簡単な。チャッチーよね。あれだね。でこれを使っていく、このブラケットを、こいつのここにつけるんだけど。純正だからもうその形ってこと？まあ社外品でも、他のメーカーでも、ここは同じで、このブラケットが合うようになってる。で純正のいいところはこの後ろにさ、この配線があるんだけど、そのまんま使えるはず。この中にあったほら、これがね電源だったり、オーディオの線だったりするんだけど、これが多分そのまんまここにつくはず。カチャッとここに。なるほどね。で社外品だと変換アダプターみたいなのがいるから、2,000円ぐらいで買える。でもそれもそれをつけるだけ。そうそうそう。あとこれか。これだな。これがラジオだね。これがラジオの線。OK。じゃあこれをまず外していくと、こいつをね。でしょ、まずここでしょ。これを取って OK。ここにね M5 の 8mm がマックスってあるんだけど、これ止めてく、こいつをねで合うんだけど、M5 の 8mm より長いのやると中の基板にぶつかっちゃいますよっていうことで、でこれは準備しといて、なんか8本いるんだけど
4本しか家になかったから、まあいいだろう。でこれを止めていくと。でこれもねブラケット全部書いてあるけど、右側でこっちが上ですよみたいな、簡単でしょ。本当だ。でもこうそうでもこうやってね決まるの。穴にこういうこっちがついてて、そこしかつかないようになってるから、この通り止めたら大丈夫。簡単。ネジ2本で止めるから対角にしとくか。こんな感じ。まあ本当あれよ4本で止めた方がいいけどね。片方 OK ね。位置がさ自動で決まるからさ、とても簡単。ここってほらパチッとね。 OK ついた。これ2000円ならいいよね、ちゃんと音が出れば。ね、ほらこんな感じ。両端についた。そうでこれがもうこうはまるだけと。であとはこの裏刺していくだけで、これをここはほら刺せるでしょ。もうこれだけで、さっきやったこれがラジオか。ラジオも刺すだけ、で多分これでほらついた。どう？すごいね。超簡単でしょ。心配だから一応音出るかだけやっとこうか。FM、出てるね、スピーカーから。イライラカリカリしたこともある。出るね。まあでももう青空はもうどこまでも。いいね、ちゃんと出るね。すごいじゃん。サイドから出てる。だいぶ音いいな、この坊主に比べて。夜空写真お待ちしておりますよ。ねえ、これ2000円で買ったはいいんだけど AUX はついてんの。 AUX ってここにつないでさ、音楽流せたりするんだけど、でも今のさ iPad とかってイヤホンジャックがついてないじゃん。イヤホンついてないじゃん今の iPad で。知ってる？だから Bluetooth でしかつなげないからさ、使えないじゃん AUX、で困るなと思ってたら AUX Bluetooth ドライバーっていうのが売ってて、これね、でこれを AUX に挿してこうね、で電源をここから取って、これで AUX できたね。多分今これで iPad をつないだら多分できるはず。 Bluetooth でこれか、これでつながったと思う。多分これでいけるはず。 AUX を選んで、で Bluetooth でつないだんだけど、そしたら多分ほらね、超いいじゃんこれで。楽ちん。すごいね。いいな。音いいね。だいぶ。これスピーカー変えたらもっと良くなるだろうな。すごいじゃん。2000円だぜ。2000円とこの Bluetooth のドライバーが2000円ちょっとだったかな。だから5000円以内だな。すごくない？いいね。最高じゃん。カーナビいらないもん。カーナビはこれでできるから。よし、じゃあ音が出たからこれを本止めしていくか。OK、ネジ締め完了。しっかりついてるね。このパネルを戻すと、これはもう多分はめていくだけ。これちょっと気をつけないとね。取っといてもよかった。入るかな。ぴったりだ。ちょっと入る。あれどうよこれ。入った？それ。まだまだ。入った。
すごい力技。そうね、縁からダブっていくだけだもん。おお、すごくない？おお。これすごいじゃん。なんか穴開いてるなと思ってたけどさ。すごい良くなったんじゃない？良くなったね。どうこれ？いいじゃんこれ。いいよね。十分じゃん。十分だよね。2000円だよ。やばいな。あ、でこれさしとかないとね。でカーナビよく使うんだったらさ、それはカカーーナビがナビがいいいいけど、俺らはやっぱね、渋滞もよく見たいしさ、抜け道もよく使いたいから、Google マップで行くもんね。そうだね、なんだかんだね。ね。でこれね、IKEA で200円のフォルダーなんだけど、これが結構便利。こう置いとけるから落ちないし、これで。ああ、それで？うん。今これ iPad からじゃん。ちょっとエンジン入れてみてよ。これで電源。あ、もう自動でつながんの。多分そうしたら、あ、ほら下から出た。本当だ。超便利じゃない？超便利。でこれ一回止め、待ってね。一回それ止めたらどうなるかだね。あ、こっちになるんだね、音やっぱり。iPad に戻る。でもう一回入れて、そしたら。Power on. Connected. すごい。すごいね。わあ、いいな、これ2000円で十分じゃん。ねえ。うん。で機能としては AUX があって CD、まあ使わないけど。使わない。で FM、AM があるのか。うん。であとこれ高速道路の。うん。まあ入るわけないよね。ここでは。うん。であとは何があるんだろう、これ。オーディオ設定で。いろんなシーンとか低音とかいろいろあるみたい。それなりに。そうそう、それなりにいろんなの変えれるみたい。あと右からとか左とかも変えれるみたい。まあ十分だね。まあこだわるんだったらさ、社外品のいいのがいいけど、別に音さえこんなね、こんな坊主のさ、こんなんでやってたんだから今までは。結構簡単に自分で作れるんだね。簡単こんな。これがちなみに CPW の66っていう型式で、ちょっと前のやつなんだけど、アップガレージでだいぶ安い。アップガレージいいよ。下手したらね、ヤフオクとかメルカリとかよりも安い。通販でも買えるし、これで快適ドライブだな。ね、最高だよ。最高だよね。出来上がり。終わりです。じゃあもうこの坊主は家持って帰ろう。邪魔だから。家持って帰ろう。ゴミです。ゴミじゃないよ。家で使うもんね。いや、家なら音はいいんだよ、意外と。なんか車だとさ、周りがやっぱうるさいからかな。そう、聞こえないんだよね。あんまりいい音に聞こえないんだよね。そう。だからこっちの方がまだ良かったよね。こんな純正の変なのでも、でもそれはそうか、こんなんだもんね。スピーカーっていうかコーンっていうの？コーン？このボンボン揺れるところ。大きいもんね。これ変えたくなるな、次。いい音にしたくなってくる。アップガレージ行かなきゃ。そうそうそう。I'm gonna take my time, 'cause I don't really